借りてくれと言えば借りてやらないこともないと抜かしたもんですから、ふざけるなと思ってそのまま席立ってはいさいなら、それが最後で。政界のサラブレッド麻生太郎ベラン名区長に隠された粋な心遣い。麻生太郎は日本政治に深い影響を与えるわけ。麻生太郎という名前を聞くと誰もが思い浮かべるのは独特のベラン名区長と豪快な発言かもしれません。しかし一見武骨な言葉遣いの裏には気取らない親しみやすさと心遣いがあると言われます。こわ手で怖そうな政治家の風貌と歯に衣着せぬ発言に隠された彼の魅力とは一体どのようなものでしょうか。彼の人生や実績、そして政治家としての真髄を探ってみるとその答えが見えてきます。麻生太郎の生い立ちと政界入り。麻生太郎は1940年福岡県飯塚市に生まれました。日本の政界を代表するサラブレッドと称される背景にはその家系の輝かしい歴史があります。彼の祖父は戦前の内閣総理大臣である吉田茂。父は麻生セメント現麻生グループの経営者。そして母の曽祖父には大久保利通、妹に友仁親王妃信子様がいるという名門中の名門です。幼少期から高い教育を受け、学業だけでなくスポーツにも秀で、射撃で国内外の大会やオリンピックに出場するほどの才能を発揮しました。学業面でも学習院大学を経てスタンフォード大学とロンドン大学に入学。国際的な視野を持ち企業経営にも携わり、麻生セメントの経営を経験したことで実業家としての感覚を養いました。このようなバックグラウンドを持つ彼がなぜ政治の道に進んだのでしょうか。1979年麻生太郎は衆議院議員選挙に初当選します。初当選時からその強いリーダーシップと野心的な姿勢が注目され、すぐに政界で存在感を示しました。名門家系に生まれながらも経済人としての実務経験を持ち、真摯に国の未来を考える姿勢が多くの支持を集めました。政治家としての功績とリーダーシップ。麻生太郎の最大の功績の一つは2008年から2009年にかけて内閣総理大臣としての任期を全うした際の経済政策にあります。リーマンショックの影響を受け、世界的な経済不安が広がる中で麻生総理は果断な対応を行い、日本経済の急激な悪化を防ぎました。エコポイント制度や定額給付金などを導入し、国民の生活支援とともに金融機関への支援策も講じます。その際の経済危機におけるリーダーシップは世界的に評価されています。また2012年から2021年まで副総理兼財務大臣として安倍政権を支える役割を果たしました。長い不況からの脱却を図るため、麻生氏は財政再建と経済成長のバランスを保ちながら安倍政権の経済政策アベノミクスを推進しました。国際会議においては英語を駆使し、G7 や G20 の財務相会合などで日本の立場を堂々と発信し、世界における日本の影響力を強化しました。その一方で麻生氏は日本国内でも年金問題や消費税増税の議論に積極的に取り組み、地道に財政健全化を目指していました。長年にわたる政治経験と経済知識が彼を信頼できるリーダーとしての地位に押し上げたのです。安全保障に対する姿勢と国際的な役割。麻生太郎は日本の安全保障においても重要な役割を果たしてきました。特に彼が内閣総理大臣を務めていた2008年から2009年にかけて、世界的な経済危機と並行して地域的な安全保障問題に直面していました。麻生氏は国際社会との連携を重視し、日米同盟の強化を図るとともにアジア太平洋地域における日本の防衛力を維持するために尽力しました。安全保障政策の中心に置いたのは集団的自衛権の行使を含む日本の防衛力強化です。麻生氏は日本が国際社会において積極的な役割を果たすべきだと考えており、アジアを中心とする地域的な安全保障に対しても強い関心を持っていました。また麻生氏が財務大臣として携わった際、国際的な安全保障や経済の安定に向けた積極的な外交を展開し、
特にアメリカとの貿易協力を重視していました。彼は国際社会における日本の責任を自覚し、平和的な安定を確保するための活動を続けてきました。さらに麻生氏は北朝鮮の核問題や中国の軍事力拡大に対しても懸念を表明し、日本の安全保障に関する重要な議論を促進しました。彼の立場は平和的な解決を目指しつつも、必要な場合には防衛力を強化し、国際的な安定に貢献するというものです。麻生氏の安全保障政策は時折議論を呼ぶこともありましたが、彼は常に日本の未来を見据えた堅実なアプローチを貫いています。麻生太郎の人柄とその魅力。麻生太郎の魅力はただの政治家としての実績だけにとどまりません。彼の人柄は豪快で親しみやすい一方、非常に細やかな心遣いを見せることでも知られています。地元福岡での祭りや地域イベントに積極的に参加し、住民と気さくに会話を交わす姿がしばしば報じられます。またそのベランメイ区長の裏には、部下や後輩議員への深い思いやりや弱者に対する温かい心が感じられます。例えば部下が困っているとすぐに声をかけ、問題解決に向けて助言を惜しまない一面もあります。その一方で麻生氏の発言は切り取り報道などによく用いられ、時に物議を醸すこともあります。ですがそれもまた彼の飾らない性格から来るものなのです。難しい政策や経済問題を解説する際も、一般市民が理解しやすいように噛み砕いて話す姿勢が多くの支持を集めています。麻生太郎が政界に与えた影響とは。麻生太郎は名門の出自を最大限に生かし、経済実務家としての経験をもとに国政や外交に励む平民での政治家とは異なるユニークな政治家といえます。内閣総理大臣としては世界的な経済危機の中、日本を守るために尽力し、野党転落も経験しましたが、後年に続く日本政治に多大な影響を与えました。またその飾らない人柄や親しみやすさ、時折見せる鋭い洞察力が彼を支持する人々を引きつけています。彼の政治家としての真髄は、常に日本の未来を考え、実行力を持って行動し続ける姿勢にあります。今後も麻生太郎は日本政治の中心で影響力を発揮し続ける存在であり、彼の言葉や行動は多くの人々にとって大きな指針となるでしょう。政治と同じで世の中あんまり甘くねえんだって。